おはようございます。画家のぎそです。今日はですね、この南村大聖堂さんの新作の筆、ルナール、狐で意味かな、の筆を使って、この細かい、風景を描けるのかどうか、ちょっと試してみたいと思います。もうこういう細かい仕事ってなかなかいい筆見つからなかったんですけど、この筆多分、一番適しているんじゃないかなというふうに思います。ぜひぜひ、細かい最高難易度のこの仕事、描けるのか最後までご視聴いただければと思います。いやー、さあ描けるのかちょっと緊張感はありますが、まずですね、このスケッチシリーズというのと、このファインシリーズですかね、2種類あって、もう嬉しい、これ全部オギーソーって名前入れてもうてんすよ。ありがとうございます。このチェコのチェスキ・クルムロフというところですね、を描いていこうと思いますけども、これは大変やでっていうですね。よいしょ。大きい面積みたいなのはやっぱり僕はラフィーネさんが僕は非常に使い心地いいんですけど、ちょっと初めだけですね、前半初めの土台だけはちょっとすみません、こちらのラフィーネいつも使ってます、4号クイールでしたっけ、こちらでまず描いてから最後の描写、細かい描写とかをですね、あちらの方を使っていこうかなと。筆にちょっと絵の具がついていたかもしれない。この辺はちょっとパステルのティッシュで拭き取るのを忘れてたか。まあ、社内はやりだしたからね。よいしょ。なかなかね、細かい描写にね、どれが合ってんかなっていうので、結構僕も悩んできたんですけど、もしかしてそれを解消してくれるかもしれないということで、非常にですね、透明水彩はね、思ってるよりちょっとね、強めに僕は置いていきます。ピューっとね、もうね、空を描きました。この中に少し緑とかを差し込んだりですね。しながら、まず土台を作っていってます。土台作りがね、実は一番難しいんですよね、という人は多いと思いますが。少し乾かないうちになんかやれる仕事があれば、そういうのはぐいぐいやっていきます。さあ、ここからですね、本番でございます。いよいよ、こちらの名村さんの、ルナール、を使ってスケッチ、まずこのスケッチのですね、F8 号をちょっと使っていってみましょうか。ある程度大きな面を、塗れるような雰囲気の筆ですよね。いいですね。腰もあり。先端の緊張感。これですよ。これですよ。こういうところ書くときに僕ね、いつもね、筆ね、なんか、もうちょっと腰もあって、もうちょっと先端に緊張感が伝わるようなというのを、ほんと探してたんですよ。多分僕の動画で真剣見てる人絶対わかりますよ。いいですね。今度腰がなさすぎるとね、今度こういう絵の具を取ってくるときにちょっと弱いんですよね。細かい仕事にももう僕もしかして本当これ一本あれば結構いけると僕はそういうタイプなので本当なんか筆ってねめちゃくちゃ大事なんですよ。もちろんね安いので済まそうという人もいますが、水彩絵の具に関してはねやっぱね
いいの買ってストレスなくこう仕事をしていった方が上達も早いんですよ。これ本当にいいね。でこういうこう塗り残さなあかんっていう時とかね、こう緊張感いりますもんね。塗り残していくね、含みもいいからある程度大きいですね。面も、塗れると塗り残して描いていくね。こう窓のところの白さは塗り残す。いやほんとスケッチこの3号とか4号ぐらいのサイズやったらほんとこれ1本で多分いけるやろうな。もうサムホールなんか、僕なんか結構問題なく、プラスもう1本ね細い筆があれば意外と描けんちゃうかな。よいしょ。夏場とかになってくるともっとねこう夏場の屋外スケッチとかになるととにかく乾き早いんですよね。で水がこう含みが良くないと何回もその水入れに行ったり来たり、パレットに行ったり来たりしますが、こうやってねある程度一色でビューッとこう描いていけて、まだ一回も戻ってないですよね。まだいけますよ。ほらいけるかもしらんぞ最後まで。ここの面ね、ここの面を行くのに一回もパレットへ行きませんでした。じゃあ例えば、屋根の色なんかを赤い色ね作って、全部赤い色をこう作るときにちょっとオレンジ系の赤とパレットに出しておきますよね。で少しこうカドミウムレッドに近いような赤、例えばこういう2色をここに出しておくとね、こういうふうに出しておくとね。で濃いところから明るい方からやればよかったごめんなさいね。赤い色を塗り残しつつ、天然とこうね動物科の毛を、キツネやったかな、フランス語やったかな。水の含みがいいから水をこうある程度たっぷりと、のせながら面を塗っていけるんですよ。そしてなおかつ細かい仕事だ、こういうのが、筆の良さですよね。塗り残したり細かいところは塗り残したりとか、ちょっと本当はこれでこのぐらいで少し色を違う色とかを刺したりいつもしてるんですけども、今日はねいけるとこまで行ってみてというのをね。まだ行ってませんよ、変えてませんよ。どうですか？まだ戻ってません。まだこんなことをやらんでもいいんですよ。戻りたい時本当は戻ればいいんですけど、今日はねほらまだ戻らずにここまで行って、まだ戻らんでいい。まだ戻らんでいい。この面積分をこの小さい筆に含んでいたということがね、もう限界がちょっと近づいてきました。ここまでいつも絶対粘らないですが、でこれがやっぱりストレスの解消につながるわけですよ。含みも良くて、そしてある程度のコシがあることによって、もうこの辺ねちょっとムラっぽくなりますもんね。大きな面のところっていうのはムラがなく塗れる。これ含みが悪くなってきてますからちょっとムラっぽくなってるじゃないですか。わかります？言いたいことちょっと濃いところとか差し込んでみたりとか、
これがやっぱり水彩絵の具が持っているこう水の良さみたいなのを生かす、含みの良さみたいなのを生かす描き方なんですね。こういうのを少し覚えていかれると皆さんね、いいですね。他の筆も試したいけども、これで大体いけそうな気がしてきたな。申し訳ない。よし、また戻ってね。なんか職人さんが丹精込めて作ったっていうのがもうようわかります。この配合がいいんじゃないか、これがいいんじゃないか、この長さがいいんじゃないか、もうようわかります。長いこと絵描いてくるとね、そういうこと分かりますよね。普通に考えたら。このくらい中でしょうかな。そして筆がね、硬すぎないから、こういう風に重ね塗りしても下の絵の具が動かない。これもすごい大事なポイントなんですよ。やっぱりこう、筆が逆にこう硬すぎたりとかすると、ここの絵の具を引っ張ってってしまうんですね。そういうところもすごくこう。ラフなスケッチなんかやったら本当にこれ1本あればいいかなと。で、もうちょっとこうやっぱ書き込みを、頑張ってやりたいな思ったら、ね、また、もう一、よし、次行きましょうね。せっかくやったらね、十分これでいけるなと思ったんですけど、ちょっとこう、こちらの、スケッチの、もうちょっと小さい方ですね。4号の方、こちらの筆をちょっと使っていってみましょう。これすでにちょっと1回軽めにですけど使ってみたんですけど、もう置いた瞬間に秒でわかる。それがおじさんです。もちろん宣伝案件なんですけど、コマーシャル案件なんですけど、やっぱりね、商品を送ってきてくださってます。もう、ね、よくこう宣伝案件のお仕事来るんですけど、僕ここまでは多分言ってないでしょ。で、それなんでかっていうと、これ絵の具はある程度、このぐらいやろうなとか、このぐらい、ある程度こうね、自信持って送ってきてくださってるから、ほら、全然、ストレスが全然ない。少しですね、だいたい赤系を次塗っていったんですけど、壁のですね、ちょっとこう、色の違いみたいなのを少しこう、今から出せたらなと思います。それも今のスケッチのですね、4号やったかなで、いけるかなと思います。本当に微妙なね、色とかですね、の違いみたいなのを少しこう塗り分けておいて。どちらかというと青系とかね。で、こういうことちょこちょこ起こります。うわーと思ってもね、もう投げたっていう風にせんように一度ですね、直してみましょうか。こういう時も、こういう筆、ある程度コシもあってっていう筆でね、少しこう、水だけをつけたので拭き取ってあげて、ちょっと取れた。この辺はちょっとね、パステルが残ってたので、そういう時はね、芸気落ちくん。適度な大きさに切って、どれくらいかな。チロルチョコぐらいかな。チロルチョコよりちょっと大きいですかね。切りまして、きれいな水。とにかくきれいな水。よいしょ。きれいな水をですね、つけて、
ピュ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 で雲とかの流れに合わせて起きてしまいます。そんなんね、ドライヤーなんかでね強引に僕なんか乾かそうとするからよいしょね、多少消えましたしね、こういうこうねちょっとエッジが強くなってしまっているようなとことかもね、きれいな水を消えた。あんまりやりすぎるとやっぱもう髪自体が相当ボロボロになるので、僕はもう本当にもう一回だけぐらいの気持ちで、雲とかもね、もしこの辺にあるんやったら雲とかももうダラダラやらない。こういうとこなんかね、見てもっと分かるように、もうほんまかけやすい。どう？ちょっと次のこちらの先端の細いやつを使ってみましょうか。ルナールファインの方ですね。細い線もおそらく引けて、多分絵を描いてる人が技術者に入っているんじゃないかな。そうじゃないとなかなかこれ理屈だけでなんかこう物事できるとは思えない。うわ、めっちゃ描きやすい。先ほどのこうスケッチみたいな少しこうラフな感じでいけるけど、こうエッジとかをこう効かせたようなね、もう本当にこうかといって線を引くというわけじゃなくて、面もこうね、この含みがいいから、うわ描きやすい。もん使うて作ってもうた。僕の言いたいことを完璧理解してる。これだけリアクションがね明確に出るおじさんもね珍しいですよね。よいしょね、これぐらいこうなんかね、もううわほらこんなのシュッとかけてストレス全然ね。初めにこうラフィーネで描いていて、そこまでの次の段階のスケッチのこの8号でやってる段階、こちらでもよかったか、もっとこう精緻に描けたかもしれない。正解やったんかも。それはもう初めて使うからね、もう分からへんのでしゃあないんですけど。こういうとこのね描写、ちょっとこういうとこがペッとはみ出してしまったんですもんね。これぐらいは今までなんか許容してたんですけど、これ使うとなんか許容できないというか、僕がスケッチに行く時にね営業に来はったら皆さんがね海外旅行行く前、成田空港かなんかで営業に来はったらね、結構売れんちゃう。どっかで皆さんにねしっかりお見せしたいとこやけど、なかなかめっちゃ描きやすい。もちろん含みが良くてですね、ここの辺ちょっと行きますよ。見といてくださいね。筆先を見といてください。ラフィーネの、LR だとちょっと長い線っていう感じのイメージなんですね。でもこれやったらこういう細かくて面も濡れてとなるともう一番細かい筆もいらんちゃうかっていうぐらいこれいいわ、これいいわ。
いいわ。そして見てるとまだね、こうパレットに戻ってないんですね。これは。この辺の緊張感ある仕事を先にこっちでやっときゃよかった。ほら、全然僕はパレット戻ってないですね。すごい。結構このぐらいで細いの、細かい仕事できるんで。もちろんね、これじゃあちょっとという人にはもっと細いのでいいですけど、これどうし違うかな。一番おすすめ言いますよ、忖度なく。1位今んとここれ、ルナール6号です。2番目ね、これあればね、多分スケッチは対応できるんちゃうかなという気がします。で、2番目はこの、面でちっちゃい面を塗れるルナールのスケッチ。今ね、わからんけどどうなるか。編集大変やね、これね、動画、この動画。自分でやりながら今分かった。例えばこういう水面とかね、ちょっとこういう水面とか描いていきましょうか。ちょっとだけね。これ絶対いいですよ。線引くためのね、線を引けるようなあれもいいんですけど、これでも線も引けるしね。これいいわ。これいいわ。またこの筆のね、動物のこの毛がちらちらと見えてるのもなんかね、チャーミングでね。こういうとこね、こういうとこ映ってないかな。こういうとこ映ってないかな。映ってほしい。こういうとこ映ってないかな。こうターコイズっぽいのとか刺してみたりねしたり。これは含みが良くて細い先端までの緊張感と、これはこういう描写にはもうめちゃくちゃいい。めちゃくちゃ細密描写を僕するわけではないので、透明水彩に関してはね。でもこんな描けんので、書道のごとく描いていくね。こういうところ、そうそう、岩ね、ここ岩がこうちょっと見えとるんですよね。そういうこう岩のこうガガガーとした感じもね、こういうふうに描ける。シュー、先っぽね、細くしてシュー、ちょっと太くしたり、シュー、細くしたり、よくよくつけてみて。グーグー。という感じで、ちょっと全体を一気に描いていって、そしてもうちょっと細い筆を使うシーン、またここの残り3本ありますのでね、このシーン、までちょっと一気にお見せしようと思います。早送りでお見せしようと思います。ルナール、ファインの6で、ほとんど書けるかなと思うぐらい書けました。最後ですね。あと3本あるんですけど、もう正直多分この4で僕はもう今回の絵は、終わりそうな気がするので、今回はこの4、最後こう書き込みをしていこうと思います。もっともっと細かく書きたかったら多分2、0ですかね、を使われたらいいと思うんですけど、この辺で多分いけると
思います。最後ちょっと細かい筆先だけをご覧いただければと思います。もうね、あと地味な仕事ですけどいいですね。予想してた通りです。よいしょ。細かい描写とかしていってみたいなという人には非常にもうこの辺りがあったらめちゃくちゃいいです。正直アクリルに使うのは僕は勇気いります。このぐらいの価格帯のものは透明水彩限定がいいかなと。ちょっとでもね悪くなってしまうとね。完璧に描けます完璧に描けます。自分の思っている通り、動いてくれるこの筆のストレスのなさ、皆さんも見ていて感じるんじゃないですか。早くライブ配信で試したいけどな。4月の24日まで見せれないということなんで、必ずなんか1本は欲しい筆ですね。特にファインのこのサイズ、または一回り大きいの、もちろんもっとね細かい描写したいと思ったらもう少し細いのですけども、とスケッチ、そして楽しいラフィーネさんのね Q があれば僕はいけそうです。皆さんはどのあたりがおすすめですか？というわけでいかがだったでしょうか。非常に書きやすいです。このサイズ、4号でもうかなり細かい描写できますので、となるとっていう感じで、2、そして0なるともっともっと書けます。いや、非常に素晴らしい本当筆やと思います。もう筋抜きに非常に良い筆やと思います。サインもねちょっとね書いてみましょうよね、せっかくやったら。いい線引けますよ。もう細い。もうこれね、本物をぜひ見ていただかないと、なかなか、この、細かさとかまで伝わりませんので、機会があれば、というか、5月の26日には、この作品をちょっと展示しようと思いますので、よかったら、ぜひぜひ池袋、あさってですね、にお越しいただければと思います。5月26日、池袋アートマルシェ10学園、明日館の方で、この作品も一緒に展示します。他の作品もいくつか展示しますので、よかったらですね、遊びに来てください。ライブ配信か
どうかわかりませんが、実演で、制作もしようと思いますので、皆様とお会いできるの楽しみにしております。ぜひぜひ、よかったらチャンネル登録してない方、ぜひ、いい筆ですよ。では、これ販売しております。では、チャンネル登録チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあお願いします。